タレがしっかり絡んでます。絶対ご飯止まらなくなるやつですよこれ。やみつき注意。豚バラのだし甘辛だれ。今日は豚バラ肉を安丸だしのコクが効いた甘辛だれでさっと煮るご飯が進む一品を作っていきます。材料はこちら。味付けはシンプル。安丸だしが甘辛だれをワンランク上の美味しさにしてくれます。鍋に水 100cc と安丸だしを入れて軽く煮出します。これがタレのベースになります。この出汁を煮出すことで粉末のまま加えるより香りがふわっと立ちやすくなります。やっぱいい香りですね。沸騰させたら弱めの中火で 1,2 分軽く煮出し、パックを取り出します。長ネギをみじん切りにします。ニンニクの皮を剥いて芯を取ります。このニンニクの芯を取っておくと辛みとえぐみが取れます。ニンニクもみじん切りにします。フライパンに豚肉を広げて中火で熱します。色が変わってきたら全体をほぐしながら炒めていきます。ある程度火が通ったらニンニクを入れていきます。ニンニクの香りが立ってきたら長ネギを入れてください。このネギとニンニクの香りたまらないですよね。食欲そそるわ。油が多く出てきたら味がぼやけちゃうのでクッキングペーパーで油取ってください。煮出しただし液を加えます。醤油大さじ 1.5、砂糖大さじ2、唐辛子小さじ1を加えてさっと混ぜ2分ほど煮ます。安丸の赤は下味付きなので醤油の量とか調整しながら入れてください。煮詰まりすぎると辛くなってしまうので2分ぐらいを目安に火を止めてください。火を止めたら白いりごま小さじ1、ごま油小さじ1を加えて絡めます。お皿に盛り付けて完成です。いただきます。めちゃくちゃ美味しそうですよね。タレをよく絡めていただきます。めちゃくちゃいい。タレがしっかり絡んでます。絶対ご飯止まらなくなるやつですよこれ。これはやみつきになりますよ。ごちそうさまでした。今回の調理ポイントです。ニンニクは芯を取ることで辛みが抑えられ食べやすくなります。豚肉の余分な脂を拭き取ることでだしだれがしっかり絡みます。安丸だしは下味付きなので醤油は控えめで OK です。煮詰めすぎに注意し2分を目安に火を止めてください。今回は豚バラのだし甘辛だれ、安丸の和風万能だし赤パックで作りました。いつもの甘辛だれにだしを一つ加えるだけで味の深みがぐっと変わります。ぜひ試してみてください。このだしタレに使うと本当に味が変わるので試してみてほしいです。牛肉とか鶏肉で作っても絶対美味しいのでぜひアレンジしてみてください。安丸だしは概要欄のリンクまたは画面右上の QR コードからお買い求めいただけます。この動画が良ければチャンネル登録と高評価もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。うまみディライツ。